こんばんは。はるです。今回は現環境最強 CDM ランキングになります。今の環境下の中ですね、強い CDM 選手を最新のトップ10で紹介していきたいなと思いますので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは早速紹介をしていきます。まずは第10位ですね。第10位はですね、RTTF ザンボアンギサですね。アンギサ。相手に見ることあまりないんですけれども、十分強さがある、そんなボランチの選手になってますね。ペースは83まで、いってますし、あとは守備能力もしっかりしていてフィジカルもあるという風な選手になってますね。基本的にですね、ジョッキーのプラスも、備えてはいますし、操作感での、いい選手になってます。ケミがちょっと難しいっていう風な、だけで刺さる方は結構おすすめかなという風には思いますね。こっからナポリの、勝ち上がりによってもう少し能力上がるかなという風なところですね。そして続いて第9位ですね。第9位はですね、フラッシュバックカンテですね。カンテ。カンテ、自分はね、結構使ってはいたんですけど、前に。普通に強いなというふうには思います。ただ、サウジリーグっていうこともあるのか、だんだんあんまり見なくなってきたなというふうなところですね。まずやっぱり賢いです。本当に守備の AI っていうのが、他の選手よりもちょっと抜けてるかなっていう風には思いますし、あとはね、軽さもある選手になりますので、この人も操作感っていうのはいい選手になってます。ジョッキーはついてないけど、本当に軽くて速いっていう風な選手になりますね。また、容赦なしのプラスがついてるということで、1試合ね、しっかりスタミナ持つという風のいいところですね。若干パスが、もちろん改善はされたんですけれど、逆足3だったりとかはしますので、パスにちょっと不満持ってるって方はまだまだいるのかなというふうには感じますね。そして続いて第8位ですね。第8位はですね、TOTY アイコン、エッシェンですね、エッシェン。Y アイコンということで、この人もね、結構強化された、選手になりますね。ジョッキーのプラスだったりとか予測がついてるというところは素晴らしいのかなと思いますし、フィジカルもね、ある程度あって、守備力もしっかり高いという選手になってます。若干ね、視野が低いんですけれども、ショートパス値だったりとか、逆足4っていう風なところが素晴らしいので、取った後も、あんまり難しいところでなければ全然普通に通せるっていう風な選手になりますね。ペースも87あるので、あまり置いていかれないという風な速さを持っていて、十分強い選手、普通にメタ選手になりますね。そして続いて第7位ですね。第7位はですね、TOTY オーバードールですね。女子の、Y 選手になるんですけれども、カンテの上位互換的な存在かなと思ってもらえればいいと思います。この人も AI は賢いですし、インターセプトのプラスだったりとか、ブルーザのプラス、ついてるっていうのは素晴らしいなと思います。あとは予測だったりとか、パス面のね、プレースタイルもあるということで、取り感だったりとか、あとはその後のパス面の正確さっていうのもしっかりある選手になりますので、本当自分で取り切る、そこからつなぐっていう行為までしっかりできる、そんなボランチの選手に、なってますね。かつ逆足も、4ということで、やっぱり強いなという風なことで、Y 選手さすがという風なところですね。そして続いて第6位ですね。第6位はですね、ファンタジー FC ヒーロー、ヤヤトゥーレですね。ヤヤトゥーレももうむっちゃ強いし、ファンタジー FC ヒーローで強化されたということで理不尽な選手になりますね。一応この選手に関してはね、登録が CDM になってましたので、このランキングに入れたんですけれども、CM でも非常に強い、そんな選手になってますね。やはりデカさという風なことで、足もね、守備能力以上に伸びますし、フィジカルも強い、かつこのね、ファンタジー FC のヒーローのこのカードだとブルーザのプラスがついてますので、もうフィジカルでゴリッと取り切るということができますね。で、軽さっていう風な部分でも身長はね、結構高いんですけど、その身長の割には全然気にはならないっていう風なドリブルの操作感になってます。ペースはもうちょっとあった方がいいかなっていう風に思うんですけど、ただやっぱりね、足の長さを生かしてぐんぐん追いつくっていうこともできる選手で、逆足も読んだしシュートも打てるという風なことなんで、かなりこの人もいろんなことができるという風な選手で非常におすすめですね。そして続いて第5位ですね。第5位はですね、ファンタジー FC ヒーロー、ラミレスですね。ラミレスはやっぱりむちゃ強いなっていう風に
思います。ベースの頃からね、今作は非常に人気がありまして、UCL ヒーローでも強かった、そんな選手がまたこのファンタジー FC ヒーローで強化されたという風なことになってますね。特にインターセプトのプラス、ここはね、ボランチの選手として素晴らしいなという風には思いますので、そういったところもこの5位に入った理由でもあります。またパス面の、ところでもプレイスタイルが、ついてますので、能力ちょっと低めですけれども、あまり気にはならないという風なことになってますね。で、もちろん予測だったりとかね、欲しいんですけど、ただやっぱり能力がもともと高いので、意外と取り切れる力っていうのを全然持ってたり、しますし、なんて言ったらペース91っていうのはめちゃくちゃ速いので、相手からすると非常に厄介な、そんなボランチの選手になりますね。かなりね、ファンタジー FC ヒーローでまたよりね、強化されたという風なことでおすすめですね。そして続いて第4位ですね。第4位はですね、RTTF クロースですね。クロース、トニー・クロースになります。この人はほんと化けましたね。RTTF のこのカードで。で、やっぱり逆足5っていう風なことを活かして、パスっていうのはめっちゃうまいですし、パス出しに関しては完璧で、守備面だったりとか、あとはペース、スピードの部分がやっぱり足りなかったんですけれども、もうむちゃくちゃ改善をされて、トップメタに、なりましたね。かつ予測のプラスが新しくついたという風なことがちょっとえぐいので、もともとパス出しができるっていうようなところで守備もね、ちゃんとできるという風なことになりましたので、かなり強いな。値段見てもね、300万以上は、してますし、こっからアップグレード、レアル、もうちょっと全然 CL 勝ち進んでいけると思うので、こっからプラス1にされてくるんじゃないかなという風には思いますね。そして続いて第3位ですね。第3位はですね、TOTY ロドリですね。ロドリ。Y 選手という風なことで、ロドリも非常に大きく、躍進をした、そんなカードになってますね。もうね、やっぱ速いロドリは強いなっていう風なところですね。かつフィジカルもね、もともとある選手になるんで、ゴリッと取り切るということができますね。予測ないですけど、あんまり関係ないかな。なんかちゃんと取ってくれるっていうシーンが、多くって、当たり前に強いなという風なところですね。ドリブル若干重たさありますけれども、だいぶ改善されたなという風にも感じますし、パスはね、当たり前にうまいし、本当に中盤から刺すことができるパス能力を持ちながらですね、スピードもね、だいぶ上がったんで、非常に優秀な、さすがこの人も TOTY という風なことで、最強カードですね。そして続いて第2位ですね。第2位はですね、ファンタジー FC ライスですね。ライス。Y のね、ロドリー、やっぱプレミアなんで、ちょっと比較してしまうとこはあるんですけれども、ライスの方が若干ちょっと上な感じはするかなっていう風に思って、ここに、上げましたね。なんかライス、やっぱりね、ドリブル自体はちょっと重たいんですけど、ロドリと比べても。ただ、あまり無理しなければね、別にいいことだし、守備に関してもね、マジでやっぱ貫通しなさっていうのがあって、かつこの人はやっぱり予測のプラス備えてるってことを考えると、多分100試合使った時にロドリと使った時にやっぱ予測の差出てくるんちゃうかなっていう風なところですね。Y のロドリも十分取り切れるんですけど、よりライスの方が本当に安心感があるという風な選手になりますね。インターセプトのプラスもでかいですし、あとパス面ですね。パスも本当にプレイスタイルも伴っていて上手い選手に、なってますね。一応ね、エアリアルとかついていたりとか、ジャンプもある程度高いんで、センターバック起用っていうのも、全然視野には入ってくる。それぐらいの力は持ってますね。ペースも88まで、上がりましたし、この人はちょっとこっからまた、プラス3まで結構可能性高いんじゃないかなと思えるカードになりますので、こっからより強化されるということで楽しみでしかないですね。そして続いて第1位ですね。第1位はですね、TOTY アイコンビエラですね。ビエラ、パトリック・ビエラになります。自分はやっぱ結構この人好きですね。なんかもうさすがというか、本当に貫通しないし、なんかもう勝手に取ってくれるし、フィジカル負けないし、足長いし、
速さもあるしっていう風な選手。この人がね、予測それこそ持ってないっていうのがもうびっくりなんですよね。で、インターセプトのプラス、ブロックのプラスを備えていて、この人もね、センターバックは全然任せれる、そういう選手になってます。あとはね、やっぱ、パス面だったりとか、ドリブルの重さっていうのが、ビエラは、ちょっとこう、不満点、だったんですけれども、そこがしっかり改善をされてるというのが、この Y アイコンになりますので、本当にね、何でもできるというか、なんならちょっとシュートもね、打てるっていう風な選手になってますし、逆足も読んだし、この人使ってて不満に思う人はもうほぼいないんじゃないかなっていうぐらい、もう個人的には堂々の、1位かなと、現環境最強かなというふうには思ってここに入れましたね。こちらが現環境最強 CDM ランキングになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。